自爆少年花子くん考察学園のキャラクエです。今回は第81の回赤い家その6を読んで、司くんの回想からある過程が頭をよぎったので、今後のストーリーの考察をしていきたいと思います。あくまでもこれからするお話は私の考察になるので、こういう考え方もあるのかくらいにさらーっと聞いていただけると幸いです。ネタバレ無理、やめて、そんな考え聞きたくないと思われる方はお手数ですが、こちらでブラウザバックをお願いします。花子くんがなぜ司を殺したのか、そのことについても深掘りしていくので、お時間ある方はぜひご拝聴ください。それではレッツ花子くん考察。第81の回で明らかになった司くんの回想。司くんの回想については前回の動画で81の回あらすじ紹介でお話ししているので、まだ見てない方はそちらも視聴していただけるとわかりやすいと思います。司くんは家の下にいる神様か何かに何度もお願い事を叶えてもらっていました。あまねが欲しいと見せた本、お空の冒険1巻。司くんが家の下の何かに本が欲しいと願って現れた本のタイトルは、お空の冒険2巻。よく見てもらうと、2巻の方は、お、の、う、けの文字が反転しています。これは私が考えるに、家の下にいる何かに叶えてもらったものは、本物ではないということなのではないかという結論に至りました。そしてその願いの対価はいつも命、生命と引き換えでした。そこで思い出してほしいのです。司くんがあまねくんを元気にしてほしいと願った時のことです。司くんはあまねが元気になったから自分を対価にするため穴の中に身を投げています。そしてその半年後、ひょっこりと帰ってきたと母が話しています。司くんは穴の中に身を投げ、4歳のまま今も赤い家に囚われているのです。これは81の回を見てもわかるように、赤い家にいる司くん4歳は4歳のままずっとこの家にいて、成長した時の記憶がないということ。つまり、ひょっこり帰ってきた司は司くんではなく、本物ではない司なのではないかということになります。あまねくんが元気になって司くんが姿を消しました。当然、あまねくんは寂しかったはずです。元気になったら司くんと一緒にたくさん遊びたかったと思います。本を読んであげたり、映画を見たり、一緒に楽しみたいと考えていたんじゃないでしょうか。しかし、司の姿がどこにもない。半年間どれほど悲しかったことでしょう。きっといろいろなところへ探しに行ったりしたと思います。でも見つからない。そうするとふと思い出すと思うんです。司が言ってた家の下に神様がいるかもしれないという話を。藁にもすがる思いで家の下へ行き、司に会いたい。帰ってきて、司戻っておいでといったようなことを何かの命と引き換えに願ってしまい、そしてひょっこりと帰ってきたのが13歳の時まで一緒に過ごした司なのではないかと考えられます。なので、あまねくんも何度も願いを叶えてもらっている可能性があり、もしかすると土ごもり先生に渡した月の石も何かの命と引き換えに家の下にいる神様か何かに願って手に入れたものの一つなのかもしれませんね。花子くんがなぜ司を殺したのか。花子くんが司を殺した理由、それは司が司ではないと気づいたからではないでしょうか。自分が願って帰ってきた司は司くんとは違っていた。母が気づくくらいなので、双子のあまねくんが気づかないはずがないと思います。それでも一緒にいたい。それでも司のおかげで自分が助かったんじゃないか。そういった気持ちが成長するにつれて、あまねくんの中に芽生えていき、
中学生の頃、司に暴力を振るわれたり、傷つけられたりしながらも耐えていたんじゃないかと考えられます。湯木家は一家心中事件として新聞に載っていたので、司が両親を手にかけてしまい、それを知った天音が司に激怒し、耐えきれなくなって殺してしまった。その罪に苛まれる天音くん、神様かもしれない何かの存在にどうしたらいいのか聞きに行くと、七不思議になって役目を全うできればその罪は消えると聞き、願いの対価に自分もその身を奪われてしまった。そして現在、七不思議7番として存在しているという形なのかなと想像しました。怪異の司と4歳の司について。怪異の姿の司は4歳の司とは別人ではあるが、ほとんど同じ性格なんだと思います。そして一緒に成長した司は別人であったとしても、本当に天音のことが好きなんだと思います。それは現在の怪異の三葉がこうのことを思っているのと同じなのではないでしょうか。三葉は三葉の理性から作られた存在ですが、こうと仲良くしたい。自分であって自分ではない三葉に嫉妬している。これって司も同じように4歳の司に嫉妬していたんじゃないかなと考えました。そして13歳の時、天音くんが殺してしまった司が怪異の姿になって現在は放送室メンバーとして存在している。つまり4歳以降の司だと思います。なので4歳の司は神様か何かの穴の中に身を投げたまま、ずっと何年もあの赤い家に閉じ込められたままで出ることを許されない存在なんだと感じました。今後の物語の考察です。相田色先生曰く、長らく続いてきた赤い家のお話も佳境に入っているということなので、これから赤い家の謎が明かされ、テルと茜くんと合流、もしくはピンチの時に駆けつける形で合流し、教会へと渡ることが可能になると思います。この赤い家の話の中で、前にネネが手に入れていたロケットのキーホルダーがついた鍵を使用するんじゃないかと思っています。そして13歳の時に天音くんに何があったのか、天音くんの過去について明かされていき、ついに花子くんたちのいる彼岸川へとたどり着き、葵を助けて戻ってくる。葵を助けたことで生贄がいなくなるので、今まで登場した誰かが代わりに生贄として残る選択肢を強いられ、全員が助かるルートを探す。そこに片栗さんやすみれちゃんも関わってくる。二人の関係も明かされる。といった流れになるのではないかと予想しています。司と天音くんの間に何があったのか、ますます気になりますね。私はこういう流れになると予想してるよと考えた方はお気軽にコメント欄で教えてくださいね。みんなで花子くん考察をしてワクワクを共有していきましょう。それではご視聴ありがとうございました。バイビー。